続報です。とんでもないことになってきました。週刊現代も自民大敗を予想。自民党 vs 岸田首相特別定額給付金の2回目いつからということで、給付金の最新情報についてお伝えしたいと思います。先日発売された4月の22日ですね、発売された週刊現代でとんでもない記事が載ってました。それは自民党が大敗するといったようなニュースです。その前に発売された週刊文春で衝撃的なニュース、自民党が今までは何とか過半数を確保するだろうと、衆議院選挙で何とか過半数を確保するだろうというふうに世間一般的には言われていたんですけれども、週刊文春が出した記事の中で、週刊文春が緻密に取材を重ねた結果、なんと自民党が大敗をすると、過半数を大きく割り込むといったような記事がありました。これは4月の11日のことです。で、それからこの今週の頭、4月の22日にですね、出した週刊現代の記事で、同じく自民党が大敗をして過半数を大きく割れると、もう週刊文春と同じぐらいに、大きく議席を減らすといったような予想を出していました。この4月11日に週刊文春が報道を出して以来、世の中はあれもしかしてこれ自民党大敗過半数割れあるなというふうな風潮になってきたと思います。そしてこの今週の頭の週刊現代の記事で、これあるなどころじゃなくて、もうこれ自民党大敗するなというふうな空気になってきました。で、自民党の幹部に至ってもメディアで自民党が政権交代されてしまうといったようなことも視野に入れなければならないといったような発言をしてました。とんでもないことですよ。これ自民党が今まで政権与党でずっといたわけですけれども、それをなんとひっくり返すということがもう世間一般的にはそうなるだろうといったようなことが予想されている風潮になってきました。で、週刊現代も自民党大敗を予想。自民党 vs 岸田首相特別定額給付金の2回目いつからということで、給付金の最新情報についてお伝えしたいと思うんですけども、何が自民党 vs 岸田首相かというところをお話、まず最初にしたいと思います。岸田首相はもともと今までの動画でお話ししてきたように、とにかく首相で居続けたいと思っています。そのためには衆議院を解散して勝負に出るということが必要になってきますと。ただ自民党は今の支持率のままでは、先ほどから言っているように、週刊現代とかあるいは週刊文春とかでも報道されているように、どうやら大敗してもう過半数を割ってしまうどころか、それぞれ議員がですね、衆議院議員、自民党の衆議院議員がこのまま岸田首相に解散を強行させてしまったのではとんでもないと、自分が議員でいられなくなってしまうということで、なんとか岸田首相の首根っこを捕まえてですね、なんとか解散させないということを考えています。それが自民党の衆議院議員です。それに対して岸田首相はなんとか解散をして自分の首相の座をそのまま続けていきたいというふうに思っています。そこで自民党の議員と岸田首相の間で戦いがあると、見えない戦いがあるということですね。なんとか解散をさせたくない、なんとか解散をしたい岸田首相ということで、その解散をするしないといったような争いになっているという状況です。で、まずこの特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのは分かってないんですけれども、岸田首相が解散を強行して、自民党が政権を失うといったようなことで、この特別定額給付金10万円の2回目のような給付金が実現に近づいていくということになりますので、そのシナリオについてお話しさせていただきたいというふうに思います。
特別定額給付金っていうのは、コロナ禍にやった1人10万円を給付するといったような給付金のことです。で、その2回目が、今国民から、ぜひやってくださいという声が上がっているということですね。コロナ禍のように苦しい状態にあるので、ぜひその2回目をやってくださいという国民の声が上がっているという状況です。ただ岸田首相はコロナ禍のような国難の時期でないとやらないというふうに言っていますということですね。国民の声で給付決定ということで、特別定額給付金の1回目っていうのはそもそも国民の声を受けて実現したというのがあります。もともと1世帯30万円給付ということで閣議決定したんですけれども、国民の世論調査でですね、10万円給付ということでやってくださいという声がたくさん上がったと。それを受けて公明党であったりとか自民党の若手の議連とかがその声を拾って、自民党のこの幹部にですね、いやいや10万円給付やりましょうよという声を上げたということで、1回決めた閣議決定を組み替えて1人10万円ということで決定したっていうふうな経緯がありますと。で、今10万円給付を政策にしている党っていうのは国民民主党とか、あるいはれいわ新選組っていうところがいますと。国民民主党はインフレ手当として1人10万円給付ということを謳っています。れいわ新選組も春夏秋冬、1年間で4回10万円給付すると。合計40万円ですね。で、その財源もありますというふうに言っていますと。で、ただ野党にとどまるので、今のところはですね、今のところは野党にとどまるので、これを大逆転して、給付ってなるようなシナリオはないんじゃないかなということで、探っていってますということですね。で、そのシナリオについてお話したいと思います。国民の声としてはとにかくコロナ禍より苦しいっていうものがありますと。それは物価が上がって給料は上がっていないっていうことがあるからです。新聞ではベア 5% ということが言われてたりとかします。そういう企業もあります。ただそれは大企業にとどまって、我々一般的な国民が勤めている、大半が勤めている中小企業っていうのはほとんどが給料が上がっていないと。ただスーパーとかに行っても物の値段っていうのは急激に上がっているという状況ですね。それを受けて、めちゃくちゃ低い支持率になっていると。自民党あるいは岸田首相の超低支持率といったようなことにつながっているという状況ですね。で、先ほどから言っているように岸田首相っていうのは、首相でいるためには解散が必要ですと。なぜかというと、今年の9月に自民党総裁選があって、このまま低い支持率でいったのでは、その1年後にある衆議院選挙で、自民党の議員が落選しちゃうって思うので、岸田首相を自民党総裁から下ろしてしまうということですね。なので、その前に、衆議院を解散して、自民党は議席を大きく減らすかもしれないけれども、なんとか過半数を確保して、過半数確保しましたよねというふうな名目で自民党総裁として再選させてもらうといったようなことを岸田首相は目論んでいるというところですね。政治資金規正法の改正を今の国会、この6月までに行うというふうに岸田首相は明言しています。さらにはこの6月には1人4万円の減税っていうのもスタートします。例えばお父さんお母さんお子さん2人がいる、そういうような家庭であれば最大14万円の減税になるので、これで支持率上がって選挙に挑めるんじゃないかなということで岸田首相は狙っているということですね。衆議院解散はいつかということで、野党の議員が探りを入れてます。れいわの山本代表はいつ辞めるんですか、いつ解散するんですかと質問したところ、今は考えていないと岸田首相は答えています。立憲の辻元議員は4月に近場近の裏金解散、総理考えてるんじゃないですかっていうふうな質問したところ、全く考えていないというふうに岸田首相は答えています。ちょっとニュアンスが違いますね。今は考えていない、全く考えていないということで、いつ辞めるかっていうことについては今は考えてないと。ただ4月は全く考えてないですよっていうふうなことで答えているので、じゃあ6月解散かっていうことが浮かび上がってきますと。そんな中、岸田首相の最新の支持率っていうのは、この4月の頭に時事通信が行った世論調査でいうと、なんと 16% ということで、めちゃくちゃ低い支持率になっていると。相変わらず低いというか、もうこれ以上下がりようがないですよね。本当に低い支持率になっているということです。じゃあ岸田首相普通だったらこれ諦めるでしょうと思うんですけれども、諦めてませんということが言えます。岸田首相は、去年の同じような時期、去年の6月通常国会が終わるときに、マスコミに質問をされて、解散とか考えてるんですかと言われて、状況次第で検討しますというふうに答えています。つまり岸田首相っていうのは、ずっと解散の時期っていうのを狙っているわけですね。ただ解散できずに来ましたと。ただこの9月の自民党総裁選が迫って、もういよいよ期限が迫っているのでどこでやろうかなっていうことで考えているっていうことですね。解散しないと首相でいられなくなってしまうんでですね。で、岸田首相の狙いっていうのは、さっきから言ったように6月だっていうところが
あると思います。で、なんでこんなに6月解散いけるっていうふうに岸田首相は思ってるのかっていうのが疑問ですよね。こんなに低い支持率で選挙なんてやったら大敗じゃんというふうに思うんですけども、いやいや6月に解散するということを、岸田首相は諦めずに狙っていると。なんでかっていうと、実はこの特別定額給付金の1回目っていうのは、安倍政権でしたと。で、安倍政権実はこのコロナ禍っていうこともあって非常に苦しんでましたと。安倍さんがやってる長期政権でも、実はそのコロナ禍は結構低い支持率で、なんと安倍内閣の支持率っていうのはこの特別定額給付金をやる前の2020年の4月はなんと 23% でした。もうほぼ 20%、5人に1人っていう風な支持率の状態でしたと。で、それがこの特別定額給付金やったところ、この2020年の5月になって、なんと倍増、約 40% になりました。正確に言うと、この5月に行った世論調査では、38% の支持率を得ましたと。約2倍ですよね。倍増したっていうことがあります。なので、岸田首相としては、1人10万円給付して、倍増したんでしょと。で、今度減税スタートっていうのは、さっき言ったように1世帯で、最大14万円とか、例えば1世帯子供2人いた場合ですね、そういうような計算になってくるので、支持率倍増とは言わなくても上がるでしょっていうふうにおそらく目論んでるんじゃないかなと思います。ただ国民はめっちゃ怒ってますというところがあるんで、選挙したところで自民党大敗して過半数割れするっていうところが予想されてます。先ほどから言ってるようにこの週刊文春とか、週刊現代ですね、こちらの方で予想されている通り、もうどの世論調査とってもですね、おそらく自民党大敗するっていうことが予想されているっていうふうな状況です。自民党が大敗して過半数割れすれば、自民党公明党だけで与党、いわゆる政権を維持するっていうことができずに、他の、政党も加えて連立を組むっていうことが、必要になってきますと。で、なかなか立憲民主と組んだり、あるいは維新と組むってことを今の情勢からすると予想しにくいので、そうすると国民民主党と組むんじゃないかなと。国民民主党は与党にちょっと近いので、そういうことが検討できますと。で、そうなると国民民主党の玉木代表が首相に推されるっていうパターンもあり得るかなと。とにかく自民党公明党は大敗するので、そのまま総裁として選ばれた自民党の代表をですね、首相に推すってことがもしかしたらできないんじゃないかなっていうことがあります。そこで一緒に連立を組んだ国民民主党、もし少し議席を伸ばしてるんであれば国民の支援を得たということで、その代表が首相になると、玉木代表が首相になるっていう可能性はあります。国民民主党の政策としては、1人10万円給付というものだったり、消費税減税というものが政策の柱です。2023年の11月、去年の11月に参議院に消費税減税法案というものも実際に出してますと。で、消費税減税っていうのは相変わらず望む声が多くてですね、この動画を出している中でもそのコメントとして非常に多いです。消費税減税やってくださいという声ですね。で、それは何かっていうと、そもそも何か物を買うっていうことについてずっとかかるのが消費税なんで、その負担が大きいっていうふうな声だったりとか、それがなくなれば非常に楽になるっていう声とか、あるいは消費税がなくなれば消費の刺激になって、景気が良くなるっていうふうな声もありますと。この10万円給付と同じぐらい消費税減税っていうのも望まれていますというところですね。で、国民民主党にこの玉木代表が首相になったら本当にこの政策やりますか、10万円給付とか消費税減税とかちゃんとやっていきますか、首相になって与党になったらやっぱりやめたってことで引っ込めないですよねっていうことで聞いてみました。で、聞いたところ、本部の方が、選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はあるけれども、この柱の政策、10万円給付、消費税減税っていうのは、ブレる可能性は低いと思いますよっていうことでした。なるほどと。国民民主党信じますよ。いいんですねということなんですが、とにかく全ては衆議院選挙にかかっているってことがあります。で、選挙にかかってるんですけれども、自民党は実は結構、全国津々浦々の小選挙区で勝ってきてます。地盤がやっぱり強くて、本当になかなか崩れにくいと。小選挙区っていうのは各地域の地元の推しがやっぱり受かってくるので、そうなると、裏金やってたとか、あるいは自民党であるというふうなことがあっても、地元のやっぱり推しに入れたいなっていうふうな気持ちが働いたりとか、あるいは自民党がひっくり返る、いわゆる与党でなくなってしまうというところまで予想できないとするならば、結局じゃあ自民党が与党でいるんだったら、地元の候補、地元で
衆議院議員として受かる候補は、ぜひ与党であってほしいっていう与党アドバンテージみたいなのも働くので、結局地元のもともと受かっている候補を受からしてしまうっていうところがあったりとかします。例えばここの地元って千葉4区とか千葉14区なんで、野田元総理っていう候補がいるんですけれども、その方がもし仮にですね、自民党だったりあるいは裏金をやってたりとかしても、野田さんが悪いわけじゃないしなっていうふうにもしかしたら思ってしまうっていう可能性があるっていうことですね。例えば、野田さんは地元で本当に人気があるので、政治資金パーティーやったら多分たくさんパーティー券売れるだろうと。でその上でたくさんキックバック受けてたとしても、自民党の党の慣習でやってて、あるいは野田さんがその慣習の中でキックバック受けたっていうことであれば、野田さん悪いわけじゃないしな、慣習だしなっていうふうに思ってしまってまた再選させてしまう可能性もあるということです。野田さんは自民党じゃないですし、立憲民主党ですし、あるいは野田さんぐらいになればですね、野田さんほどのご人格であれば、もしかして、裏金やってたってことであれば今回の選挙は辞退しますということをおっしゃるかもしれないです。ただもし仮の話でですね、自民党だった場合、もしそれで立候補した場合ですね、裏金やってた場合、それでも立候補しました。地元の人はもしかしたら野田さんに入れてしまうということですね。で、この千葉で自分の選挙区だから、野田さんだからそういうふうなことが特別に起きてるってことじゃなくて、多分この全国の小選挙区でも同じようにそういうことが起きてると思うんですよね。それぞれの地区で思い入れがあって、よくニュースとかでなんか不祥事があった議員とか、なんかちょっと良くないことやった議員がいても、その衆議院選挙がまたあった時に出直しでですね、その候補がまた当選してしまう、その地元の市民の民意が問われるわみたいなことをよく、言ってたりとかするんですけれども、いや結局皆さん自分のその選挙区に当てはめてみると、そのうちの地元のその候補については別なんだということで、意外と再選させたりっていうふうな心理が働くっていうふうなことですね。なので、小選挙区なかなか難しかったりするんですけども、比例はとにかく絶対どこかに入れると。例えば今言った、もし野田さんは立憲民主党なんですけども、野田さんは野田さんでいいやということで小選挙区入れて、ただ比例は立憲民主党じゃないなと、もし仮に思った場合でも、どこかには入れるってことですね。で、白票にしてしまうと、自民党の議員がなんていうんですか、当選する可能性が増えるんで、自民党以外の党のどこかには必ず入れると、白票にはしないということですね。はい、衆議院選挙の結果の予想というのをしてみましたと。これ実は週刊文春の予想と全く一緒で、与党の議席を減らす数っていうのが一致しました。今自民党っていうのは260います。小選挙区190、比例区70ということで、結構小選挙区全国でちゃんと勝ってるっていうのがあります。なのでなかなか先ほどから言ってるように覆しにくいんですけれども、今回さすがに裏金議員50人とそれ以外の140人、それぞれ減るだろうとさすがに予想してみました。裏金は半分、裏金議員は半分落選、そして小選挙区140議席のうち2割は減るだろうというふうに予想してみました。それから比例区っていうのは支持率、今の最新の支持率をそのまま当てはめてみましたということで、83議席減ということで177議席。公明党は今回の裏金全く関係ないので、そのまま同じ議席数で来るっていうふうに予想しました。合計209ということで、過半数を大きく割り込むということで、予想しましたと。で、その先ほど言った、連立するだろうと予想している国民民主党の本気度、ちょっと確認してみました。同じく本部に聞いてみました。前回21名立候補して11名当選ですよねと。結構いい当選率ですねと。で、今回は今のところ現職7名と、あとこのホームページに載っている25名ですねの立候補者合わせて30名ぐらいですかって聞いたところ、いやそれ以外にも擁立、つまり公認していくということで考えてますと。最終的には40名を大きく超えるようなぐらいに立候補させたいというふうに思ってます。公認したいというふうに思ってますというふうなお話でした。なるほどと。本気ですねということで、この当選率で言ったり、あるいは現職もいるので、それで考えると、さらに国民民主党今勢いがあるので、30名とかそれぐらいの、もしかしたら衆議院議員の誕生というふうな形に国民民主党になってくる可能性はあるんじゃないかなというふうに思いました。岸田首相大甘処分ということで、また大甘な処分をやって国民から大貧縮を受けていると
いうところですね。岸田首相は令和4年6月に開催された自身の政治資金パーティーに新たな疑惑っていうのが浮かびました。これは、有名な大学教授がですね、告発をしていて、広島地検に告発をしてますと。広島地検っていうのはこれを受理しているかどうかっていうことについて明らかにしてませんが、とにかく岸田首相自身の政治資金パーティーに新たな疑惑が浮かんでいるということですね。で、これは広島の、岸田首相の地元ですね、の市民団体も同じように告発をしているということがあります。なので、岸田首相は自身にも政治資金パーティーに新たな疑惑が出てきたというところに加えて、さらにこの裏金議員85人に対する40人ちょっと割るような39人だけの処分ということで、甘々な処分ということで、これも非常に国民の品種を買っていると。さらに総理ご自身は処分対象外ということで、ふざけるなという声が上がっているといったような状況です。いい加減にしろと。で、最新の世論調査、JNN の世論調査では、岸田総理も処分を受けるべきだということが、人が 61% に上っているといったような形ですね。とにかく岸田首相ふざけないでくれということで、とにかく相変わらず低い支持率のままだというふうな状況です。衆議院解散へ準備着々と進むということで、今週の頭、この例のこの週刊現代ですねが発売された日に、国会でですね、岸田首相が政治資金規正法っていうのを改正するっていう、今国会でやるということを明言しました。それから財務省がですね、同じ日に中小企業も 63%、3社に2社ぐらいはベースアップしてますよということで発表してます。これどういう調査したかちょっとよくわからないんですけれども、我々の実感と非常にずれてるわけですね。これベースアップっていうのは、給料が上がるっていうのは大手の企業にとどまって、中小企業はほとんど上がってないっていうことが、実情であるにもかかわらず、中小企業 63% ベアですと。本当にこうなのかなと。どういう調査したんだろうというところはちょっと疑わしいですが、いずれにしてもこの資料をこのタイミングで出してきていると。まさに衆議院解散に向けて準備を進めているといったようなところですね。で、それから自民党の支持率が少しだけアップしましたと。1% とかアップしましたっていうのがあります。これはもう、なんていうんですかね。あまりにも低い支持率なんで、ちょっと自民党の批判疲れみたいなところで、ちょっと 1% 上がったら、それだけでアップというふうな形に見えてしまうっていうのはあるんですけども、いずれにしてもそういったような状況になっていると。いずれにしても今のところまだまだ低い支持率だというふうな状態ですと。で、これが、いわゆる自民党が大敗しても過半数ちょっと割るぐらいで、国民民主党が与党入りして、給付金を実現していくといったようなシナリオです。で、これに対して、先ほどから言っている週刊文春とか、あるいは、週刊現代の記事にあるような、もう今の情勢を踏まえた予想というところも、ちょっと考えていきたいと思います。どういうことかっていうと、もう自民党が大敗して、もう大きく議席を減らして、そうなると、今度はもう自民党が何か第3党目を入れて、そして政権を維持していくということではなくて、もう政権交代になって、野党の大連立の政権になって、給付金の実現を早めていくといったようなところですね。とにかく4月11日の文春の報道後、もう自民党が野党になるっていう前提で考えられるようになりましたと。っていうことで、実は結構野党同士で牽制が始まったりとかしてます。もうそれが今の状態です。立憲民主党と維新の話し合いがちょっと注目されるようになったりとか、あるいはこれ若干ちょっと思ってるんですけども、国会での自民党への追及をしている野党のちょっとテンションが若干下がってるっていうか、なんていうんですかね、ちょっと緩くなってるっていうのがちょっと感じ取られました。これなんでかっていうと、これ私の感想なんですけど、なんでかっていうと、野党がもしかしたらこれから政権取るんで、政権取った時に、またそのブーメランにでもならないようにですね、あまりきつく自民党を追及しないみたいなところがちょっと働いてるのかなってちょっと個人的には思いましたと。いずれにしても、この4月11日、4.11 以降ですね、この文春法以降、とにかくもう野党が、今の野党が与党になると。自民党が野党に落ちるという前提で考えられるようになってますというところですね。
で、これも何度も言ってるんですけど、なんでこんなに急に変わるかっていうことですね。で、それはインターネットが普及したりとか、あるいは政治家がもうとにかく YouTube を使ってここ1、2年前からめちゃくちゃ発信するようになっているということですね。で、高齢者とかもスマホが行き渡ってですね、YouTube ガンガン見るように最近なっているということです。それによってスピードアップが図られたと。1回の選挙で急に野党になるとかいうことがあるということですね。例えば NHK 党の立花党首とかが YouTube 使ってめちゃくちゃ発信をしたりとかしましたと。令和新選組とかも今すごい発信してますよね。で、そういうことで、例えばなんならガーシー議員とかそういったような議員も、当選してしまうというふうなことが生まれました。まさに政治にこの YouTube っていうのは非常に有効なんだなっていうことが分かったというふうなことがあるので、今めちゃくちゃ政治家も YouTube で発信しているということです。それによって1回で急激に変わると、情勢が変わるということが可能になってきているということですね。で、この週刊文春が近い未来の現実を見せたっていうことで、とにかくこの 4.11 でめちゃくちゃ風潮が変わったと、空気が変わってきたっていうことですね。で、もともとこの衆議院の予想を出してるっていう風な、メディアがほとんどなかったんですね。ここ4月にある、東京15区とか、あるいは、他の区のですね、衆議院の補選ということについてはみんな報道してるんですけども、この後起こるであろう衆議院選挙については、あまり緻密な予想を立ててるっていうところがなかったということですね。去年の9月に夕刊フジだったりとか、あるいは今年の3月にフラッシュだったり、いうところが予想してました。それはあくまで自民党公明党で過半数を確保するっていう風なテンションで予想してました。もう当然その数字もその予想、260議席以上、270議席ぐらいを想像していたんですけれども、ここ最近に出したこの 4.11 のとにかく文春の報道では、もうとにかく自民党大敗というところを予想しています。で、先ほど言っているように、この週刊現代の予想というところについても、同じぐらいの大敗をすると。過半数を大きく割るということで予想していますということですね。で、それからこの文春の記事は全選挙区を予想しているということです。この週刊現代の記事も全選挙区予想しています。とにかく、全部の選挙区を、総なめで予想して、どうなるかということを緻密に立てているということですね。で、この予想の緻密さについても、2021年の衆議院選挙とか、2020年の参議院選挙の投票数だけじゃなくて、最近の政党支持率の変化から導き出した今のトレンドっていうのを反映させていますと。で、さらに、この103の激戦区、つまり勝敗が難しそうだなっていう激戦区については、その有力候補の講演会とかを現地取材に行って、この予想を立ててるっていう、その緻密さですね。で、これ以上は多分緻密に予想することは無理ですと。で、その予想の結果、自民党がめちゃくちゃ大敗するっていうことを予想してますというところですね。で、どれぐらい大敗するかっていうのは、もう自民党、公明党で大きく過半数割れするということです。で、それは何かっていうと、第3党が入って自公が政権を維持する、そういった連立政権ではなくて、野党の大連立政権も可能になるといったようなことですね。そういったような状態になってきたと。だから野党同士で牽制が始まっていたりとかしていますよということですね。で、全国民10万円給付の2回目のような、そういった給付金の実現っていうのは、この野党大連立政権になったらちょっと難しいんじゃないかなっていうふうにも予想できるんですけども、いや、実は野党の方が政策の中で10万円給付以外にも、このベーシックインカム、一月6万円から10万円、ベーシックインカムっていうと、1回の給付にとどまらず毎月給付するっていうことですね。っていうことを維新が言ってたりとか、立憲民主も1世帯3万円の給付っていうことを言ってたりとかしますと。で、国民民主が10万円っていうのを言ってるのはもちろんそうですし、令和新選組、春夏秋冬10万円給付するというのは、これは先ほどからお話している通りなんですけれども、いずれにしても、野党はそもそも政策の中で、給付金であるとか、あるいはベーシックインカムといったようなところを言っているので、この野党の大連立の方が、おそらくこの10万円給付のような給付金というのをやっていきやすいということですね。とにかく、今まで政権交代まではないと思われてたんですけれども、いや、これはあるぞと。政権交代がある前提で動き出していったのがこの4月11日。そして、この4月22日の週刊現代の追撃法で、同じレベルの大敗が予想されたということで、もはや
これは自民党大敗はもうするという前提で、政界、あるいは我々の、国民もそのように感じて動き始めているというところですね。でまさにこの週刊文春が自民党をぶっ壊し、そして週刊現代がこの自民党大敗を確信に変えたといったような報道ですね。週刊文春と週刊現代が自民党をぶっ壊したといったようなことになります。またこういった給付金の最新情報が出ましたらすぐに動画でアップさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければと思います。それから、この給付金の動画たくさん皆さんに見ていただいてます。本当にたくさん再生していただいてるんですけれども、このコメントとかですね、ぜひ、この10万円給付、あるいは消費税減税とか、そういったようなことについての、賛成、反対ということだったりとか、あるいは自民党岸田首相に対しての意見、そういったものをぜひ一言でもいいので入れていただければというふうに思います。たくさん再生していただいているってことは、たくさん政治家の方もご覧になっていただいていると思います。そして自民党の方、あるいは岸田首相ももしかしたらご覧になっていただいているかもしれませんので、そういった方たちにこういった国民の声を少しでも届けたいというふうに思ってますので、ぜひ感想を入れていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。